皆さん、どうもうっぷ主です。今回は模型のお話です。前回のお話動画がいい感じでしたので、2回目の動画を作成しました。さて、今回のお題は、説明書についてです。模型に限らずいろいろなものに付属しているものなので、比較的ありふれた存在だと思いますが、今一度注目してみることにしましょう。まあ、今更ですけどね。ねえ、うっぷ主、今回の話、説明書についてだけど、模型と関係あるの？大ありだよ。だって説明書のないキットなんてないだろ。まあ、それはそうなのだけどね。模型に限らず製品を買うと大抵ついているしね。目を通した方がいいものだけど、別に読まなくても使えるものがあるから重要視しないかもね。読まなくて大丈夫なものってあるのかな？例えば、車やバイクの説明書とかね。分厚い説明書はついてくるけど、読まなくても運転できるからね。肝心なことは販売店の人が丁寧に説明してくれるので説明書を見なくても動かせるよね。それと PC もそのまま使えるよね。車にしても PC にしても最初に軽く説明書を見るだけでその後は見ないかもだね。まあ、隅々まで読む人もいるかもしれないけど、見ない人も多そうだよね。でも見た方がいいのは確かだよね。今度は見た方がいいものだね。使い方が難しいものや、わかりにくいものなどかな。初めて使う電化製品とかかな。同じ製品でもメーカーが違ったりしたら、操作やスペックも変わってきたりするから説明書はあった方がいいよね。いろんな機能を使いたい時も必要かな。カメラとかそうだよね。バッテリーやメモリを入れて電源オンにして撮影ボタンを押せば、とりあえず使えるけど。でもカメラを用意して写真を撮りたい人が全部オートで写真を撮るのは物足りないだろうし。その時は説明書を見ると思うから必要になるね。それにうっぷ主のように、説明書じゃなくてわざわざ本を買ってそっちを見る人もいるし。なんで説明書があるのに買ってまで本で見るのかな？だって本の方がわかりやすいし応用なども載っているからね。とにかく実用的なんだ。買う価値はあると思うから買ったまでだよ。まあ、買うかどうかは人それぞれだけどね。ちょっと話がそれたけど、それではあえて問います。模型製作では説明書は必要だろうか？当然必要でしょ。だって左右違う部品はどちらかわからないし、色の指定も説明書に書いてあるから。ないと困ると思うよ。まあ、ごもっともな意見だと思うよ。私の見解なんだけど、説明書は模型製作に必要なものだと思うけど、ただ、過信しないで資料を見たり、ネットで調べてみることも必要かな？どういうこと？説明書が絶対ではないの？当てにならないわけではないけど、たまに疑問が生じることはあるかな？例えば、この前制作したスピットファイアの説明書のこの指示なんだけど、コクピットの計器板の色だね。これがどうしたの？説明書では中央のパネルと下の部分が黒に指定してあったけど、実機の計器板の写真を見ると、あれ、違うんじゃない？この前はデカールで再現したから色は塗っていないけど、違うのがわかるよね。そんなことあるんだね。それとこのチャンネルで最初にアップした F4U コルセアについてもね。こんなことあったよね。思い出した。確かにそうだったよね。もちろんタミヤ製だけではなく、長谷川製についても。これは長谷川から1991年に発売された、72分の1、ヤコブレフ約、3戦闘機だけど。赤い星のマーク、ソビエト機だね。このキットがどうしたの？このキット、この後もデカールを変えて限定品として販売されていたんだが、それらの説明書なんだけど、色の指定に注目。まず一番最初の説明書。塗料の番号の前に H ってついているけどこれは何？これ、水星ホビーカラー。
の塗料の指定だからこれを見て変換すると、仮面色がミスターカラーの20番ライトブルー、上面色の明るいのが11番ガルグレー、暗いのが52番オリーブグレー。この3色をメインに使うようだけど、これは限定版の約3の色指定。上面色は同じようだけど、仮面色の指定が。違う色の指定？ RLM65 ライトブルーだね。ちょっと色が違うみたい。それとこれも限定品の説明書。この説明書には仮面色が117番 RLM76 ライトブルー、上面色が60番 RLM02 グレーと40番ジャーマングレーになっている。色の指定がなんでバラバラなの？後年になって新しい色も出ているようだから、より現物に近い色の指定になっているのかもしれないけど、まあどの色を塗っていいか迷うよね。確かに。ウップ主、以前にグレー迷彩のソ連機を作ったことあるよね。その時どうしたの？過去に作った約9だけど、この説明書の色指定を参考にしました。ネットがあまり普及していない頃だったので、他のメーカーのスケール違いのキットの説明書を参考にするしかなかったね。なるほどね。それとね、よく調べなかった私のミスではあるのだが、前回制作したスピットファイアマーク1。作ったね。そういえば。最近の話でしょ。なんで遠い昔みたいな言い方になっているのよ。話を戻すけど、実はスピットファイアの主翼の上側のデカールの貼り方を間違えちゃってね。主翼のラインの上に国籍マークを貼らなければいけなかったんだけど、逆にやっちゃったね。不覚だった。確かにリサーチ不足だったんだが、タミヤの説明書を見ると、線がマークの下に隠れているけど、長谷川の説明書の指示を見るとね、あれ、線が上になっていない？モールドじゃないかな。まあややこしいよね。他にもね、これは説明書じゃないからちょっと話が脱線するけど、スピットファイアの本だけど、これがどうしたの？表紙に注目。国籍マークの上に線があるように見えるよね。どういうこと？ 2 種類あるということかな。私もちょっと混乱している。次にイギリス機を作る時までしっかり調べておくことにするよ。間違いは起こるものだけど、失敗は生かすようにしないと進歩ないからね。確かにね。まあ要するに最初にも言ったように、説明書を信用しすぎないように、ネットなどで調べることも必要だということ。そんなことがあるとはね。ちょっとびっくり。でも、最初に言ったように私の調べが及ばなかったのが大きかったと思う。それでは今回のメインであります。何が始まるの72分の1限定ですが、各メーカーの説明書を見てみましょうか。それは面白そうだね。やっぱり違いがあるのかな。当然あるよ。それを今から紹介するよ。ただね、全部画像にできずに一部かけているものがありますので、ご了承ください。それとできるだけ同じ機体のものを集めようとしたんだけど、それは難しかったので適当に選んでいます。もちろん、私の積みプラの中にあるものからです。さて、それでは話に出てきたタミヤの説明書から始めようかな。表紙にはキットの元となった実機の説明を書いているようだね。日本語以外でも書かれているね。タミヤ製だから、タミヤカラーの指定で書かれているね。本音を言うと、ミスターカラーでのデータも欲しいところだけどね。確かにそう思うけど、それはちょっと難しいだろうね。あとは、組み立ての指示とマーキングの指示もあるね。次は長谷川だね。この約3限定モデルだね。普通のキットじゃないの？定番品と異なるマーキングや塗装の違うキットだね。キットの説明をしていると話が脱線するから、説明書の絵を出すね。表紙に機体の説明が入っているのは同じだね。中国語も入っているね。組み立ての説明図と塗装、マーキングの図。あれ、この説明書定番商品のものじゃない？限定品のは別の紙に塗装、マーキングが書かれているよ。次は富士見の製品。まだうちのチャンネルでは扱っていないよね。今回は表紙に機体の説明じゃなくて、
組み立て時の注意書きから入っているね。そして組み立ての指示。最初の2つに比べると文字が極端に少ないね。塗装やマーキングの指示だけど、英語で書かれているね。本当だ、日本のメーカーなのに日本語が少ないね。次は青島だね。いきなり組み立て指示から？そうみたい。最後はデカールや塗装指示とデカールの貼り方。それと下の方に使用する塗料の一覧かな。それとファインモールドの説明書。メッサーシュミット G6 だね。なんか、ごまごまとたくさん書かれているね。密度がすごい。ふむふむ。塗装例も4つと多いね。まあ、このキットだけかもしれないけど。どうだったかな？それでは今度はね、海外のメーカーの説明書を見てみようかな。OK。海外のものってどうなっているんだろう。まずはチェコのメーカー、スペシャルホビーの一式戦闘機。海外のメーカーが日本の戦闘機を製品化しているの？まあ割と普通によくあることだよ。だって、海外の戦闘機、日本のメーカーも作っているじゃないか？言われてみればそうだね。日本語で全く書かれていない。キットの絵があるね。宣伝かな。組み立ては、絵を見ながら作れそうだね。次はアカデミー。韓国のメーカーだね。ちょっと古いキットだけど。ふむふむ。おお、日本語発見。日本への輸出も視野に入ってたようだね。組み立ての説明にも日本語があるから、日本のキットの説明書みたいだね。日本のメーカーの説明書も多言語だからね。他のキットの写真が載っているのは海外製の特徴かな？次はドイツのレベルだね。機体の説明、日本語じゃないから全くわからないよ。なぜ読めないのに機体の説明だと分かった？組み立て時の注意書きにも日本語がない。だからなぜ読めないのに組み立て時の注意書きだってわかるの？組み立て図ばかりだね。文字が少ない。と、まあこんな感じで、書かれていることがわからなくてもなんとかなります。次は KP というチェコのメーカーだね。やっぱり日本語はないね。組み立ての絵で説明されているような印象だね。でも分かりにくいということはないようだね。ちょっと一息入れようか。そうだね。ちょっと疲れたかな？気分転換したいね。それではここらで休憩します。ちょっと一息入れて、リアルでトイレ休憩や何か飲み物を持ってくるか離席して大丈夫ですよ。それまでは BGM を流しますので PC はそのままで。BGM を聞きながら目を閉じているのもいいかもしれませんね。だいたい時間にして5分くらいですね。それ以上かかりそうな場合は一時停止でお願いします。それでは、休憩時間開始。使命を抱えて
お送りした曲は、魔王魂様からお借りした、シャイニングスターでした。さて、みんな揃ったかな？大丈夫かな？それでは、再開します。はい。では、イギリスのエアフックスからスピットファイア MK22。イギリスの戦闘機スピットファイアか、本家本元だね。表紙には機体説明が書いてあるね。外国語で。組み立て指示はとてもシンプルだね。プロペラから組み立てるようになっているのは珍しいね。ほんとだ、なんでだろう？塗装、マーキングの指示はとてもわかりやすいね。次もスピットファイアだ。プロ、モデラーというアメリカの会社だね。レベルモノグラムの別ブランドらしいから中身はレベルなのかな？かなり昔に買ったものだから説明書が汚れているけど、ご容赦を。なんだか説明書のフォントがアメリカって感じだよね。それに組み立て図は絵だけじゃなく説明文もあるし。実機の写真も点在しているのは特徴的かな？デカールの貼り方の説明文もあるし、結構詳しく書いてあるね。なんだか丁寧な説明書だね。英語で書かれているけどね。次はソードというチェコのメーカーだね。ちょっと全体の画像がなくて一部の紹介だけど。日本機かな？ライデンだね。ゼロ戦やハヤブサじゃないんだ。絵を見て組み立てるような感じだね。説明文ほとんどないね。色の指定かな、これ。そうだね。調べてみたらチェコ語で、色、という意味だね。次はズベズダというロシアのメーカー。説明書の画像が一部しかないけど、どんな感じかわかればいいと思う。ロシアの戦闘機だね。思いっきりロシア語で書かれているね。ソビエト前線戦闘機、LA-5FN って書いてあるんだ。ロシア語読めるの？簡単なものならね。下に英語で書いてあるじゃん。あらら騙された。いや、少しだけならわかるのは本当だよ。説明は組み立て、塗装、ともにロシア語と英語の併用だね。次は ICM というウクライナの会社だね。4カ国語で機体の解説しているね。約9のサブタイプの説明かな？そうみたい。下の方に部品の説明をしているのは特徴的だね。丁寧に書いてある。組み立て図は絵で説明しているけど、細かく指示してあるね。結構なサブタイプにできるようだから必要なんだろうね。組み立て時の注意事項や色の指定などもあるね。詳しく書かれているね。まあ、実際に説明書大きめだったからね。なるほど。次はエデュワルドというチェコのメーカー。ラボーチキン LA7、ソ連機だね。おお、久しぶりのジャパニーズランゲージ。興奮のあまり日本語を見て英語で言っているな。色の指定が丁寧だね。いろんな塗料のメーカーの指定が書いてある。日本のメーカーも見習ってほしいね。そうだね。国内で入手可能な塗料ごとに指定があればいいかもしれないね。部品多そうだし、細かい部品もあるけど、組み立ての説明が細分化されているから見やすいね。このキット、限定品だからかもしれないけど、塗装図の紙が光沢紙で色がついているんだ。おお、豪華豪華。説明書すごくわかりやすいね。今度はアルマホビーというポーランドのメーカーだね。こっちも色の指定がすごく丁寧。先ほどのエデュアルドさんと違うのはミスターカラーの指定がないことかな。説明書が光沢紙でカラーだし、組み立て図もすごく細かい。組み立て図の線が手を抜いてないね。すごい。他のキットのラインナップも載せてるね。さて、ここからは箱絵はないけど、説明書だけの紹介になります。どうしてないの？過去に作ったか、箱が壊れて捨てちゃったかかな。ちゃんと管理しないと。引っ越しなんかで荷物を減らしたかったので、他の模型の箱にぶち込んだりしてね。なんかむちゃくちゃやってるね。まあ、そうなんだけどね。それでは再開するよ。イタレリから、イタリアの会社だね。聞いたことある名前だね。身近なものだと日本ではタミヤの箱に、イタレリの商品入っていたからね。なるほど。日本語あるね。注意事項かな。そうみたい。
組み立て図や塗装図はあまり他と変わらないけど、文字が小さいから老眼の人には辛いだろうね。もともと外国語読めないだろ。それを言うかな。お次はドラゴン。香港だったかな。日本語あるね。機体解説と注意事項、それに色の指定も馴染みのあるものだから。日本語しかわからなくても安心して作れるね。まあ、今では入手困難だろうから買って作る機会があるかどうか。次はダコプラスと、ロシアのメーカーだね。こっちも約9だね。ちょっと説明書年季入っている上に私が作った時に書き込んだものが入っているから、お見苦しいかもしれないけど。昔のキットだからかもだけど、組み立て図、なんかごちゃごちゃとしているね。えらく古そうだけど、作ったものの説明書って何で持っているの？さあ、なんでだろう？いつか役に立つかも。本当に？最後はクーパーラティバ、チェコのメーカー。いつだったかな？かなり前に買ったキットなんだけど。それにしても、エンジンの部品いくつあるのよ。塗装図ちょっとわかりにくいね。LA5 の初期型のキットは珍しかったからね。思わず買っちゃったのを記憶しているよ。今まで飛行機限定で説明書を見ていったけどどうだったかな？ 21 社の説明書を休憩挟みながらだけど、一気にした感想は？まあ、いろいろだったね。やっぱりわかる言語で書かれていないとちょっと辛そう。組み立てるだけなら、説明書の絵の指示があれば十分だけど。まあ、私の経験上、日本語で書かれてなくても組み立てはできるよ。困るのはどの色で塗るかということくらいだね。だけど、それですら今ではネットで簡単に調べられるし、言語の違いや色の調査などは心配はないよ。まあ、そうは言っても海外製の製品を作る上で厄介なことはあるけどね。どんなこと？それは、失敗できないってこと。その心は？国産のものでは仮に部品を壊したり、デカールがダメになっても、説明書についている部品請求の紙を切り取って代金と一緒にメーカーに送れば、多少高くつくかもしれないけど再入手できるが、海外の製品だと難しいよね。どのように部品請求すればいいかわからないし、もしもだけど仮にできたとしても、送料など、国内のものよりも高くつくのは間違いない。まあ現実的ではないよ。部品なら自分で補修するか自作するか。デカールなら別売りのものが見つかればそれを買って使うしか手がない。それかもう一つキットを買うかだね。それはそのキットは諦めて新しく買った方を作るということ？条件として、一つのキットでバージョン違いで2、3機の作例があること。その上で壊した&なくした部品が共通部品でない場合に限られるけど、例えば、メインの部品である胴体なんか壊した場合はかなり難しくなる。それで、条件満たしていたらどうするの？破損したものを新キットから拝借し、新たに買ったキットは後日別の塗装例で作ればいいということ。なるほど、その手があったね。まあ、先ほども言ったけど、条件が合えばという限定的な方法だけどね。なくなる、あるいは壊したものが調達できなければ、泣き寝入りでキットはジャンク部品に早変わりだな。そうなっちゃうんだね。だからリペアの手段がないなら、より一層注意して作る必要があるということ。そこが海外製品の厄介なところかな。だから自作するなどリカバーできる技量をつけておくのがいいかもだね。まあデカールに関しては、ちゃんとあるにもかかわらず、印刷したものを取り寄せる変わり者が近くにいるけどね。もしかして、根に持っている？少しね、そのおかげで制作がややこしくなったりと。まあ、済んだことだから。あ、そろそろ終了時間だね。今回、うちにしては長い動画になったね。そういえば長かったね。今回のお話動画、どうだった？あんなに説明書の紹介をするとは思わなかった。でもあれ、まだ一部に過ぎないよ。72分の1の大戦記限定だったし、他の種類の模型もやったら大変なことになっていたよ。あらら。っていうか、これウップ主の家にある模型だよね。一体どれだけあんのよ。あはははは。これ、残りの人生全部つぎ込んでも作りきれないでしょ。確かに。ちょっと買いすぎたかな。ちょっとどころではないような気が。あ、そうそう。今回のお話動画、
好評なら続編やりますので。ごまかそうとしているね。そろそろ時間だよ。そうだね。もうかなり長くなっているからね。それでは、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。